最上級モンスターってさ、弱いじゃない。いきなりぶっこんできたな。だってさ、2体もモンスターをリリースしてようやく召喚できるのよ。召喚のために盤面のモンスターを2体、すごいアドソンだわ。まあ、最上級モンスターの性質だけ考えたらそうだけども、最近の最上級は比較的簡単に特殊召喚できたり、テーマの動きの中で出せるエースモンスターだったりするじゃないか。古いカードもブルーアイズホワイトドラゴンなんかは最近かなり活躍してるぜ。そういうのはなしよ。わさびって辛いわよね。って話をしたいのに、いいわさびは辛くないっていうようなものだわ。どんな例えだよ。わかりづらいな。まあでもとにかく、最上級は弱い、って話をしたいんだな。で、それがどうしたんだ？その弱い最上級の中でも、さらに弱いカードがあるはずなのよ。そりゃ腐るほどあるだろうな。バニラモンスターを省いてもたくさんあるだろ。で、そこから10枚マリサセレクションで頼むわ。なんだその無茶ぶり？よし、早速1枚目からスタート。1枚目って言ってもな、何かいいのあったっけな。あれは弱いな。合成魔獣ガーゼット、3期のガーディアンの力で登場したカードだな。なんだこのカード？初めて見たわ。今回はレイムの知らないカードばっかり出てくる気がするぞ。ガーゼット。で、合成魔獣ガーゼットはレベル7で攻撃力がハテナのモンスターだ。最上級だからレベル7以上なのはまあ当然として、攻撃力がハテナなのって結構珍しくない？オシリスの天空竜だとか、特別なモンスターにしかいない気がするわ。ってことは、このモンスターも特別強力なモンスターなんじゃ？そんなわけはない。弱いから紹介するんだぜ。そうだったわね。まず、攻撃力ハテナってのは何かしらの効果で攻撃力が変動したり、何かしらを参照して攻撃力が決定することを指しているぜ。オシリスは手札の枚数 ×1000 でステータスが決まってたわね。じゃあこのガーゼットは何を参照して攻撃力が決まるの？生贄、つまり、召喚のためにリリースしたモンスターの攻撃力の合計だ。なるほど。攻撃力2000のモンスターを2体リリースしたら、合成魔獣ガーゼット自体の攻撃力は4000になるってわけね。攻撃力3000のモンスターを2枚なら6000。夢あるわ。待て、その高攻撃力のモンスターを出すのに、どれだけカードを消費してると思ってるんだ？そっか、リリースの種を出すのだってただじゃないんだった。しかも合成魔獣ガーゼットには何の耐性もないぜ。じゃあ除去されたら大損だ？なんなら効果で攻撃力を上げてるから無限包容なんかも天敵だし、参照していた情報が失われるから、裏守備にする月の書でも簡単に対処される。弱点が多すぎる。ガーゼットの攻撃力を上げる労力に見合ってないわ。これを使うくらいなら同じガーゼットでも、合成魔獣のすぐ後に登場したグレート魔獣ガーゼットの方が、リリース1体で出せて、リリースしたモンスターの攻撃力の倍になるから使いやすい。なんなら合成魔獣より簡単に合成魔獣以上の攻撃力にできそうな。ぶっちゃけな。それにグレート魔獣は攻撃力ゼロだからクリッターに対応してるぜ。あらゆる部分で負けてないかしら？ってな感じで、合成魔獣ガーゼットはさすがに弱い最上級ってことでいいと思う。特殊召喚したら攻守ゼロのバニラ。ってとこも含めてあまりにも使いづらいぜ。こんなカードを最初に紹介しちゃって大丈夫なの？あと9枚もあるのよ。レイムが無茶ぶりしたんだろ。それにまあ、なんとかなるんだぜ。合成魔獣ガーゼットほどじゃないけどソードハンターもかなり弱いな。2期のサウザンドアイズバイブルってパックで収録されたカードだぜ。2期のカードか。レベル7としっかり最上級ではあるけれども、攻撃力は2450。レッドアイズブラックドラゴンに毛が生えたくらいの攻撃力しか持たないぜ。低いわ。レッドアイズはサポートが豊富だから強いのよ。じゃあ効果はというと、相手モンスターを破壊したバトルフェーズ後に、破壊した後に墓地に送られたモンスターを装備カードとして自身に装備し、攻撃力を200上げる、というものだ。200、しょっぺー。一度はしっかり墓地に送られるから墓地に送られた時の効果は発動するし、1回戦闘破壊したところで攻撃力は2650。大抵の最上級よりも低い。昔ならいざ知らず、かなり頼りない攻撃力だわ。少し頑張れば攻撃力3000くらいのモンスターは特殊召喚できるもんね。昔のカードだと考えても、最上級を出すならブルーアイズがいるしな。攻撃力3000は偉大だわ。で、すごい地味なんだけどデメリットになりうるのが、この装備化効果は強制効果だからめちゃくちゃマジックトラップゾーンを圧迫するぜ。地味だけど嫌なやつ。マジックトラップゾーンのカードをコストに何かしらできるカードはあるけれども、それとコンボさせるにしてもいかんせん効果発動のタイミングが遅すぎだぜ。戦闘破壊したらすぐ装備でもいいのにね。そうしたら、連続攻撃させるカードと相性がかなり良くなるのに。昔のカードだから仕方ないけど、結局これも除去や効果無効系のカードに弱いし、自己強化できる代わりに初期ステータスが低い最上級は、どうしても評価が低くなってしまうな。そうねでもこれは特殊召喚しても問題なく効果が使えるから、合成魔獣ガーゼットよりはまだマシね。あれ以上ってのはかなりハードルが高いぜ。合成魔獣ガーゼットが3期で、ソードハンターが2期のカードでしょ？もうちょっと新しいカードには弱い最上級ってないの？現代に近づけば近づくほど強い最上級は増えていくからな。それでもちょっと時代は進み、次は5期のカードを紹介するぜ。5期か、アニメで言うと GX の頃ね。
で、そのカードっていうのはアルカナフォース18ザムーンだぜ。アルカナフォース、採用の使ってたカテゴリーだっけ？採用は恐るべき運命力、つまるところ豪運でなんとかしていたけど、アルカナフォースは基本的に召喚、特殊召喚、反転召喚時にコイントスをして、表だったらメリット効果が、裏だったらデメリット効果が発動するんだ。じゃあ最上級のアルカナフォースだと、2体リリースして召喚したのに、デメリットまで発動する可能性があるのね。だな。そしてその中でもデメリットが強烈だと思うのが、アルカナフォース18ってわけさ。とりあえずコイントスに勝った時の効果を聞きましょうか。スタンバイフェーズにフィールドに攻守ゼロのトークンを特殊召喚するぜ。最上級モンスターがトークン生成効果か。で、デメリットはエンドフェーズに自分のフィールドのモンスター1体のコントロールを相手に渡すぜ。デメリットがきつい。このカードをコントロールしてる限りごとターンこのデメリットは発動してしまうから、特に理由がなければこのカード自体のコントロールを相手に渡すのがいいと思う。でも相手に攻撃力2800のモンスターをわざわざプレゼントって、さすがに無視できないサイズよ。通常召喚した場合は自分モンスターを2体消費してるんだからな。そこまでしたモンスターをプレゼントするのはさすがに負けに直結するぜ。コイントスが外れたら、なんとかしてそのターン中に処理しないとだわ。アドバンス召喚したこいつを処理しなきゃいけないの。尺すぎるでしょ。デメリットモンスターを送りつけるコンボに使いはするが、強制転移など、その手のコンボはもっと適したカードがある。たとえコイントスが当たっても次の自分のターンのスタンバイに、ようやくトークン生成だから遅すぎるぜ。耐性はそんなもんはないですよね。当たったところでメリット効果も弱いじゃないの。光の結界でコイントスの効果を選べるようになるけど、表を選んだところで大して強くないのも、弱さに拍車をかけているぜ。ないよりはマシな効果と度級のアドゾンデメリットだもんね。ちなみに、相手に渡ったこのカードを相手も処理できなかった場合は、相手のフィールドにアルカナフォース18以外モンスターがいなければ、強制的に選ばれて、自分の元に戻ってくるぜ。へえ、そういう挙動になるのね。面白、だからなんだって話だけどね。さっきのカードは5機のカードよね。もっと新しいカードはないの？いくら新しいカードは強いって言ったって、何かしらあるでしょ。じゃあ、プレミアムパック12で収録された、ポセイドン大兜はどうだ？ 2010 年だからこれでも15年前だけどな。いや、5機からそんなに変わってないじゃない。アルカナフォース18の2年後のカードだぜ。どんぐりの背比べね。それで、どんなカードなの？レベル7で攻撃力2500の昆虫族、めちゃくちゃはしょると相手モンスターに3回攻撃できるカードだぜ。3回攻撃？攻撃力は低めだけどこれまでと比べたら強いじゃないの。ただし、攻撃表示の同じモンスターにしか攻撃できないぜ。どういうこと？同じモンスターにしか攻撃表示モンスターにしか連続攻撃できないのは100歩譲ってわかるとして、同じモンスターにしか、バトルに勝つと相手モンスターは破壊されるわよ。だから相手モンスターが戦闘破壊に耐性を持ってないと、連続攻撃できないんだな。弱い。そんなに都合よく相手が戦闘破壊耐性持ちを出してるかっての。能動的に使うなら、相手モンスターに戦闘破壊耐性をつける必要があるぜ。最上級なのにコンボ前提か。ただし、そこまでして連続攻撃したとしても、2500という中途半端な攻撃力のせいで、ワンキルはしにくいぜ。攻撃力ゼロのモンスターに破壊耐性をつけたとしても総ダメージは7500。もう1枚カードが必要ね。追加のモンスターか、攻撃力を上げる方法か。いや、このカードを出すためにモンスターを2体使ってるのに、どんだけカードを使うんだって話だぜ。一応、種族が昆虫族だからな。寄生虫パラノイドや超進化の眉、代打バッターなどなど、特殊召喚する方法がたくさんあるのは救いだろう。そうね、種族に恵まれてる面はあるわね。でもこのカードを使うよりもいい選択肢はたくさんあるぜ。今の時代だから、ってわけじゃなく、難しい話だ。昔は昆虫族自体がそんなに強くなかったからな。でも高攻撃力の選択肢が欲しいならデビルドーザーを使ってただろう。特殊召喚モンスターだけど、簡単に特殊召喚できる攻撃力2800だぜ。頑張ってポセイドン大兜を出して、コンボするよりもずっと使いやすいでしょうね。昔の昆虫族の高レベルモンスターがどんだけしょぼかったかというと、デスサイズキラーもなかなかのものだぜ。レベル8で、攻撃力2300。効果も、自身以外の昆虫族をリリースすることで、ターンエンドまで攻撃力を500上げるだけ、となかなかにしょっぱい。500って、効果を使っても攻撃力2800よ。てか攻撃力2800ってことは、さっき触れたデビルドーザーと効果を使ってようやく同じ攻撃力だな。ほげげ、デスサイズキラーは1枚モンスターを余計に犠牲にしてるのよ。デビルドーザーは通常召喚できないしそこが差別点、と言いたいところだが、どうしても通常召喚したいなら、メタルアーマードバグでいいと思うんだぜ。攻撃力が最初から2800あるバニラ昆虫族だぜ。うわぁ、本当にこっちでいいわね。達せがなさすぎるでしょ。だから、本当の差別点は効果が複数回起動できるところだろう。1回ならデビルドーザーと同数値だが2回以上効果を使えば超えられるからな。最上級を出して、さらにフィールドの昆虫族を2体以上リリースするの？そんな余裕があるかしら？
普通に考えるとそんな余裕はない。これも無理して使うのならばコンボ前提だな。幸いにも、現代の昆虫族には墓地に送られた時に発動する効果が多い。例えばゴキポールは下級昆虫族を1枚サーチしつつ、サーチしたのがバニラなら、さらに特殊召喚した上に除去もできるぜ。相手モンスターを除去しつつさらに攻撃力を上げるコストの用意も、あとはレゾナンスインセクトで上級昆虫族、というかデビルドーザーをサーチして、デビルドーザーの特殊召喚のために除外することで墓地肥やしができたり、そういう、墓地に送って強い昆虫を墓地に送る手段として使えるぜ。なるほど、悪くないじゃない。どんなカードにも使い道ってあるのね。でもさ、最近のカードを使うなら、そもそもこんな弱い最上級じゃなくリンク召喚とかで墓地に送った方が、それをじゃあおしまいだぜ。昆虫族最上級は一旦終わりとして、次はストームシューターかな。レベル7の風属性鳥獣族で、攻撃力はたったの2300だぜ。2300、これも低いわね。また攻撃力を上げる効果でも持ってるの？いいや、持ってない。守備力も500で最上級としては最低クラスのステータスだ。戦闘能力はからっきしね。じゃあ効果は強いのかというと、そんなわけもなく、使ってない隣のモンスターゾーンに移動する効果と、自身の正面に存在する相手のモンスター、マジック、トラップを1枚バウンスする効果。モンスターゾーンの移動と除去ね。この2つのどちらかを1ターンに一度だけ発動できるぜ。どっちかを1ターンに一度？移動したターンにバウンスできないの？できない。自身の前に何もカードがないなら、移動するだけで効果は終わりだぜ。これまでのカードに負けず劣らず弱いわね。バウンスしたいなら他にいい選択肢がたくさんあるでしょ。同時期のカードに、同種族同属性でレベル6の風帝ライザーがいるぜ。なんなら攻撃力でも負けてるからストームシューターを使うくらいなら、ライザーでバウンスした方が何倍も強いだろう。一応、このカードは毎ターンバウンスできる可能性があるけど、相手がこのカードの正面にカードを出さないとすぐにはバウンスできないのよね。移動させてバウンスするのはさすがに時間がかかりすぎるぜ。相手のケアが簡単すぎるわよ。しかも除去耐性も何もないし、というか、風帝ライザーと同時期のカードなの？モンスターゾーンの移動とか、結構最近の効果のイメージがあるんだけど、実は5期のカードだぜ。モンスターゾーンの移動っていうとバリアンツが思い浮かぶけど、このカードが収録されたサイバーダークインパクトで、カードの位置が重要になる効果が初めて登場したんだぜ。意外と昔からある概念だったのね。カードの位置って、そういう、初の試みをするカードって強すぎるか弱すぎるかだと思うんだけど、ストームシューターは見事に後者ね。アーリー・オブ・ジャスティス・サンダー・アーマーも相当弱いな。アーリー・オブ・ジャスティスのカードか。確かシンクロ召喚するカテゴリーよね。こんな最上級モンスターがいるカテゴリーだったのね。テーマデッキとしての動きはほぼないけどな。アーリー・オブ・ジャスティス・カタストルくらいしか知らない。って人も多いだろう。そしてこのサンダー・アーマーは、アーリー・オブ・ジャスティス全体をサポートする効果を持ってるぜ。サポートカードなの？ならこれまでのカードよりはマシそうじゃない？自分のアーリー・オブ・ジャスティス全体に貫通効果を与えることができるぜ。ほら、やっぱりマシじゃないの。アーリー・オブ・ジャスティス全体の強化だわ。それに、他のアーリー・オブ・ジャスティスって書き方じゃないあたり、自分自身にもしっかり貫通効果がついてるじゃない。攻撃力も2700とそれなりに高いから、貫通効果との相性もいい。まあ、そんなに強くはないかもだけどこれまでのカードよりは使いやすいでしょ。なんだが、大きな問題が2つある。2つも？1つは、アーリー・オブ・ジャスティスってカテゴリーは展開力もなければ打点も低いってことだ。下級も良いとこ攻撃力1700程度だし大型シンクロも展開力がなくて出しづらい。ぶっちゃけてしまうと、アーリー・オブ・ジャスティスってカテゴリー自体が貧弱なんだぜ。他のモンスターに貫通効果を付与したところで活かしづらいってことか。もうちょっと踏み込むと、一番使いやすかったアーリー・オブ・ジャスティスカタストルが、闇属性以外のモンスターとバトルするときに、戦闘ダメージステップ開始前にモンスターを破壊する、という効果だから、そもそも戦闘ダメージが発生しないんだぜ。噛み合ってねー。で、もう一つがこのカードは特殊召喚できない、という点だ。クソ真面目にアドバンス召喚しないといけないの？さっきも言った通りアーリー・オブ・ジャスティスは展開力に乏しいテーマだから、特殊召喚できない最上級のサポート要因なんて重すぎて使ってられないぜ。どこまでも噛み合ってないわ。じゃあ単体で強いかといえば、貫通効果を持ってる最上級なんてもう数えきれないほどいるからな。大体のカードの回互換になっちゃうってことね。アーリー・オブ・ジャスティスでもお呼びがかからないのに普通のデッキで強いわけがないぜ。次も、アーリー・オブ・ジャスティスと同じく端末世界のカテゴリーから紹介しよう。ラバル・ロード・ジャッジメントだぜ。ラバルか。これも確かシンクロするカテゴリーよね。端末世界にはいくつもある炎属性のシンクロカテゴリーの一つだぜ。となると、アーリー・オブ・ジャスティスみたくカテゴリー自体の力不足もあって、最上級の評価も低くなってる、みたいなことがありそうな。いや、むしろラバルは初期の端末世界カテゴリーの中ではかなり活躍したんだ。恵まれた墓地肥やし能力から、カテゴリー外のカードだけど、深淵の爆発を使って大量展開からの連続シンクロ。っていう、テーマデッキとしての動きがきちんとある、立派なカテゴリーだぜ。へえ、ならなんで、テーマの動きとの噛み合いが悪いとか？それも理由の一つだぜ。
ラバルロードジャッジメントの効果は、1ターンに1度、攻撃できなくなる代わりに墓地のラバルを除外して、相手ライフに1000ダメージ与える、というものだ。墓地のモンスターを1000ダメージに変換、弱いわね。2体リリースしてこれを召喚して、リリースしたモンスターを除外したら、スムーズに効果は発動できるけど、でもコストに対してリターンが少なく感じるわ。効果自体も弱いんだが、さっき言った通りラバルは、墓地肥やしをきっかけに大量展開を目指すテーマなんだ。あ、そっか。だから展開に使うモンスターを除外することになるから、墓地から除外すること自体、相性が悪いんだ。これで効果が大きかったらまた話が変わるんだが、この効果ではな。攻撃もできなくなるしね。一応、ラバルキャノンで除外から帰還させて展開することもできるけど、わざわざラバルロードジャッジメントを使わずに、もっと他の方法で除外させた方がいいぜ。そうね、あえて使う理由にはならなさそうだわ。ステータス、というか守備力が高いことも使いづらさに拍車をかけてるぜ。これが守備力200なら、深淵の爆発の大量展開に巻き込めたんだがな。ステータスの高さがあだになることもあるのね。攻撃力は低くないから、アタッカーとして使えば良い気もしたけど、その場合は効果を使わずほぼバニラとして使うことになるしな。そもそもシンクロカテゴリなんだから大型アタッカーを出すならシンクロするぜ。それもそうね。あえてこのカードを使う理由が見当たらないわ。5期くらいの時期のストラクのパッケージモンスターって、そんなに強くない最上級モンスターも多かったんだぜ。へえ、そうなのね。まあ理屈はわかるわ。最上級ってステータスも大きいしわかりやすくエースモンスター感あるもんね。そんなに強くないとは言うけど、ストラクを買うような層にとっては、デッキに合ってる大型モンスターを頑張って召喚して戦うのも楽しいもんだ。そうよね。牧歌的な遊戯王も楽しかったでしょうね。その中で、初心者から見ても、さすがにこれは、というカードが存在した。それがこの魔王ディアボロスだぜ。レベル7で闇属性のドラゴン族か。攻撃力も2800あって、今回紹介する中だと一番高いぜ。なんだけど、誰が見てもわかりやすく弱いのね。まず、特殊召喚ができない。アドバンス召喚するしかないってとんでもなく重いのよ。さらに、アドバンス召喚のためにリリースするモンスターは、闇属性でなければいけない、という二重の制約付き。重いって召喚させる気あるの？こんだけ重たかったら化け物じみた効果してないと釣り合いが。取れてないから弱いんだぜ。まず、このカードは効果でリリースできないという微妙な耐性。効果でリリースすることってそんなにある？ない。相手モンスターを儀式召喚に使うローマ教とか、フィールドのモンスターを全部リリースする原始生命体にビルくらいだろう。効果によるリリースじゃないから、怪獣などは防げないぜ。微妙すぎる。もう一つの効果が、相手のドロー前に、相手のデッキトップのカードを見てトップかボトムに送る検閲効果だぜ。で、そんなのされたところで痛くも痒くもないでしょ。他のカードゲームならいざ知らず、遊戯王だとないだろうな。サーチが強いゲームだからトップを操作したところであまり関係ないぜ。だから、操作した後に何かあるんでしょ？ないぞ。相手のドロー前にデッキトップ操作ができるカードってほとんどないから、そういう意味では独自性があるが、2体リリースして召喚するほどかというと、まあ、そこまでの価値はないでしょうね。だからってわけじゃないけど、ストラクチャーデッキ R 暗黒の呪縛で、暗黒の魔王ディアボロスとしてリメイクされたんだ。比較的簡単に特殊召喚でき、リリース不能と対象耐性と耐性も使いやすく、フィールドの闇属性をリリースして相手の手札1枚をデッキトップかボトム送りと、全体的に使いやすくリメイクされてるぜ。リリース耐性だったりデッキ操作だったり面影はあるけど、比較にならないほど強力になってるわね。よし、最後の1枚だな。紹介しようと思って最後に取っておいたカードがあるんだ。そんな象徴的な弱いカードなの？ああ。霊夢も知ってるはずだぞ。インセクトクイーンのことはな。ハガの切り札じゃん。OCG だとそんなに弱いの？原作ではかなり強そうだったわよ。悲惨の一言だな。原作だと攻撃力2200トスのステータスは良くないけれど、他の昆虫族の数 ×400 攻撃力が上がり攻撃力1200のトークンを生むこともできたぜ。攻撃力が6600まで上がったり、切り札らしい活躍をしてたわよ。これが OCG だとどうなっちゃったの？まず、攻撃力を上げる効果に自信を含むようになったが、代わりに上昇幅が200になったから総じて戦闘力が少し下がったぜ。攻撃力が上がりづらくなったの？他に昆虫族が1体だけいたら原作と変わらず攻撃力2600だけど、他の昆虫族が多ければ多いほど差が大きくなっていくぜ。しかもだ。原作同様に相手モンスターを戦闘破壊すると、エンド時に昆虫族トークンを生むが、そのトークンの行使はどちらも100しかない。原作は1200。高くないとは言えないよりマシな数字だったけど、何も100まで下げなくたっていいのに。最後に、これが一番致命的なんだが、なぜか攻撃宣言の際にモンスターを1体リリースしなきゃいけないんだ。相手の？んなわけないだろ。自分のモンスターをだぜ。なんで原作より弱くなってるのにデメリットまでついてるのよ。なんでなんだろうな。攻撃のためのコストを自身で生み出せるけれど、そのためにはモンスターの戦闘破壊が必要なのよ。攻撃しなきゃじゃん。生み出したトークンで攻撃力が200上がるものの、攻撃するためにそのトークンをリリースすると、攻
撃力が下がるぜ。噛み合いが悪すぎるでしょ。このカードを、わざわざモンスターを2体リリースして召喚するか？召喚するわけないわよ。なんなら特殊召喚もしたくないわ。今回紹介してくれた昆虫属最上級は効果とステータスが弱いだけだったけど、OCG のインセクトクイーンは攻撃すると損するカードだわ。レベルが違う。OCG に最上級モンスターは数多くいるが、ここまで弱いのはそう多くない。弱い最上級の代表例だと思うぜ。ってな感じで、霊夢の要望通り10枚の弱い最上級を紹介したが、どうだった？面白かったわね。最上級ってだけで2体リリースのコストが重くて使いにくいのに、特殊召喚したところで効果が弱いカードばっかり。それに特殊召喚する意味がなかったり特殊召喚がそもそもできなかったり、2体リリースしてこれかよ。ってカードだから弱いんだよな。ちょっと愛おしくなってくるわね。ダメな子ほど可愛いっていうかさ。で、今回私が思いついて、紹介できたカード以外にも、2体リリースする甲斐がないモンスターってたくさんいると思うんだ。動画を見てくれたみんなも、これこそは、ってモンスターがあったら、ぜひコメントで教えてほしいわ。他にも、実はこの使い方なら、っていう、隠れた強い使い方があったらぜひ教えてくれ。それじゃあ今回はここまで、みんな、また次の動画で会いましょうね。